おはようございます。おはようございます。斉藤です。はい。本日なんですけども、はい。現在ですね、道の駅八千穂高原というところに来ております。はーい。ここは何県？も長野う県。長野か。長野県の佐久の方？でも八千穂駅とかの方にいます。清里を越えて、うん延山高原越えて、はい。来た感じですはい。ね。今日はですね、これからキャンプというか、キャンプか、ロッジ泊のキャンプに行くんですよね。はい。私たちの大好きな冬キャンプといえば、はい。こちらは外せません。はい。スイートグラスさんにお邪魔します。はい。よろしくお願いします。ちょっとしかしまだ雪がそんなにないんじゃなかろうかというライブカメラの情報だと、はい。というか今現時点で全然ないしね。薄く。ニコメリも一緒に来てるんですけど、こちら。はい。ニコメリさん。はい。一緒に来てるんだけど、はい、今年も悠々夫婦のお二人と、今回年末年越しキャンプはできなかったんだけど、新年会キャンプということで、はい、ロッジを借りちゃいました。はい、はい。悠々夫婦のお二人も、最近タイガーくんって猫ちゃん連れてキャンプしてるので、うちもニコメリいて、タイガーくんもいて、スイートグラスに行こうってなったんだけど、やっぱ雪中で有名な場所じゃないですか。実際今日行ってみて雪あるかどうかわかんないんだけど、雪少ないみたいだから。犬猫ってまたちょっと大変だと思うから。そうだね。それに雪がなくとも、もう寒いのは確定だから、同じテントの中で犬猫って大変かなと思って、ちょっと今回はロッジにね、しちゃいました。はい。ニコもさ絶対吠えるし。そうでメリーはやっぱ結局すごい寒いの苦手だから、じゃあ安全策として、私たちも一回も泊まったことなかったので。でもさ、昔一回あるよね。違うとこだけど。そう、違う部屋だけど、ボアちゃん、仙台犬のボアちゃんとまだ動画を始める前に、それこそ斉藤夫婦の起源とも言える起源一番最初に2人でアウトドアをした、そうきっかけの場所でもあり、その時に結構ちっちゃいログだけどペット可のドッグラン付きのところに真冬に雪まみれの中泊まったんだよね。で今回行くところはもう結構広い大きいロッジで、そうですね、もう何でもついてます。はい、楽しみにしているんですけども、そんな道中今途中で八千穂高原ってところで撮影をしております。今ですね、このカメラ撮影しているカメラ、いつもの DJI の Osmo Pocket 3で撮ってるんですけど、アクション6最近よく使ってたりしたんだけど、 DJI シリーズ、九州旅とかはね全部アクション6で撮ってきたんだけど、いろいろ使ってみて、アクションっていうぐらいの名前だから、動きが激しいならアクション6すごく重宝すると思うんですよ。ただこういう Vlog に関してはやっぱりポケット3が使いやすいっていうか、映像綺麗かなっていうのがあって、今日はポケット3で撮ってるんですけども。そう、旅だと別にそんなアクティバないよね。アクティバないからね。そう、車中か歩いてるぐらいで。今日はですね、ちょっと番外編で、こちらの Osmo Mobile 8っていう、これなんだかわかります？なんかリールで一回出してますよね。そうそう。この間ね、ショートの動画でこれ一回作ったんだけど、こうやって、はい、スイッチ入りました。ここにスマホをね挟んで、こうやって使うっていうスマホジンバルなんですよ。ジンバルってこういう要はさ、動きに対して揺れないようにするやつ、こうやって、ほら携帯が揺れなくなるんですよね。こうすると、こういう機械のことをジンバルって言うんですけど、スマホは僕の iPhone13 Pro なんだけど、それをこう撮影時に揺れなくするために、この DJI からスマホ用ジンバルっていうのが出てて、それの最新版、ちょっと今回これをね使ってみようかなと思います。一番最初の方ね、ジンバル使ってたんですよね。スマホ撮影してたからね。そう、 iPhone の映像、どこまで通用するのかっていう。確かにうちあんまやってないから、ここ2回押すと縦と横切り替わる、こうやって矢印の円マークみたいな、でモードに関しては、このモードが今縦振りも横振りも全部っていうやつじゃなかったですか。この360度
ついてくるモードで、撮れば一番 Vlog 撮りやすいと思うんだけど、こうやって向けた方向についてくるってやつ、ほら上も下も。でここにトリガーボタンみたいなのがあって、これを3回押すとこっちに回転とか、もう一回こっち回転とかできる。Bluetooth オンにしてあげると、あ、つながった。 Bluetooth つながったんで、そうするとこっちで、お、できた。録画ボタン。そう、録画ボタンとかが有効になると、これ便利ですね。長押しすると、ここのモジュールのライトが光るんで、インカメとかで撮りたい時に、こういう風に撮りたい時にこれで調光もできて、こう車内とかいいですね、こうやって。そうですね、暗いことが多いから結構変わるんじゃない？ほら、こんな感じ。結構携帯でかいね、自分たちが見やすい。あとここに足がこう出てきたりとか、こうやって立てれます。こういうとこにで、これこうか。自立すると。あ、そっか、インカメは広角とかできないんだね。もうこの画角しかないんだ。 DJI のアプリを使うと、縦にしといた方が見やすいか。あ、もう撮影モードになってるね。これでもう撮影できるの？あ、できる。すご。このモードだとここでさ、グイーってやったらズームになったりしますね。すごっ。結構ズームになるよね。結構ズームになる。ちょっとこっちで撮ってみますね。撮りながら。荷物ですいません。荷物。おお、外まで行ける。すごい。10倍ぐらい、9倍か。9倍までいける。これ多分スマホの能力によるのかな。多分ね。あ、このアプリの方が使いやすいね。外カメ、インカメもここのボタン1個でできます。こっちからのインカメ。あ、ただ、なんかトラッキングモードになっちゃった。トラッキングされました。これトラッキングモード。太郎ちゃんを追従してます。そう、僕の顔を認識してるから、これでこうすごいついてくるっていうね。そんな感じで。だからセルフ撮影の時は、離れて撮る時とか便利ですよね。そうだね。こういう感じでついてきます。素晴らしい。しかも今回この8になって、可愛いペットちゃんの追従もなるほどね、可能になったということで。じゃあ例えばニコに追従させたい。追従モードどうやってやるの？鳥が、その左側。でもニコなってる。なってる。これちょっと録画。ニコ追従してる。ニコを追従してくれてる。にちょっと低いけど。ニコの動き。こっちにさ、ここ乗ったらこっちまで来るのかな。行くんじゃない？おやつ食べる人。早すぎてついてこない。ニコを見失いました。ニコに合わせてます。すごい覚えてんだ、ちゃんと。この犬だっつって。すごいです。めっちゃ急いでる。ニコが早いからだよ。お座りして、お座り。すごいじゃん。すごい。あとですね、付属の今日持ってこなかったんだけど、付属のコードを使って、ここからスマホにコードをこうつないであげると、今使ってるさ、これ今撮影してるこのカメラのマイク、これにつないでるんですけど、こういうワイヤレスマイクがこっちのスマホで2台まで接続とかもできるらしいんですよ。だからそうすると、こういう僕らみたいな2人の撮影もスマホでできるよっていうのが、今までと違うところかなっていう感じなんですよね。でこの間ショートで撮った縦動画とかもあるんだけど、基本的にはショートで使いやすいのかなって思うけどね。そうですね。でもロングで YouTube のロング動画もスマホで撮る人多いもんね、今。とか一人で撮ってますとか、っていう方は確かにさっきのね、この追従モード追従してくれて、前の方だと途中で止まっちゃう限界の場所があったらしいんですけど、これがもう360度回るから
どこに動いててもなるほど撮影できるし、いけるってこと？じゃあ見失ったよ。顔見せないと。こっちだよ。すごいすごい。本当だ。なるほどね。はい、どこに行っても追従してくれます。はい。あとはなんか外歩いてる時にワンちゃんとか撮る時は、ローアングル撮影ができるっていうところがいいかなと思いましたね。はいはい。このスティックが、ジョイスティックだっけ、これが伸びて、そうだ、これ伸びるんだよね。そう伸びてローアングルで撮影ができるんで、ここがこう伸びると。伸びて、はい。伸びれば、だいぶこのインカメ撮影も楽だわ。距離が取れるから。そう、この iPhone のさ、携帯でいじれるっていうのがいいよね。でもちゃんとなった。追従モード。はい。なってますね。これ追従切れますか？切れた。切れた。切れてましたね。すごいね。はい。ピースすると録画スタート。便利。はい。ちょうどモジュールが色が変わって点滅するんで。そうだね。わかりますね。すごい。止まった。はい。でパーだと追従スタート。あとはさ、こう持ち運ぶときにいつも使うスマホだからさ、スマホ切り離してこれも折れるから、こうか、こうやってちっちゃくなるプラスここも取れると、こんだけちっちゃくなるのとポッケとか入っちゃうっていうね、ぐらい、ちょっとこのズボンのポッケはきついんだけど、上着のポケットとかだったら入っちゃうな。プラスこっちが取れるから、これこうつけっぱなしにしといてもいいってことだ。そうだね。こう使う時に、ここにもカチャってやってカチャってやったら立ち上がるみたいな。早い。ジンバルって本来この手ぶれを抑えるための機械なんで、ちょっとせっかく道の駅にいるから簡単に施設散歩してみようかなと思います。そうで、ニコメリの散歩をね、撮る時にね、その絵を伸ばしてローアングル撮影で絵を伸ばしたまま、下の位置もね撮りやすいっていうね。はい。ちょっとじゃあ外撮ってきてみましょうか。はい。ということで、このジンバル使ってスマホだけ撮影にしております。なんかこういう感じで今ニコメリを下ろそうと思うんだけど、こういうんだと例えば下に三脚がこのジンバルについてるから下に置いて、この状態でちょっと逆光だけどこれで追従にしたら、すごいすごい、めちゃめちゃついてくる。そう、めっちゃついてくるわ。はい、こうやって追従ができて、こうやってやるとストップする。すごい。ジンバルの柄を伸ばしてる状態で撮っております。ちょっと車通りがあるから気をつけていこうかね。柄を伸ばせばインカメでも結構こう入るかな、2人で。これがやっぱ手持ちだと、なかなかこの辺の距離になっちゃうから近いんですよね。外カメにしますね。外カメ撮影に変えました。やっぱこれは撮りやすいな。なんかここがね、車中泊施設って書いてあって、 RV パークがついてるらしいです。さっき調べたら2700円でここのエリア借りれるって。しかもさ、すごいよね、シャワーもあるんでしょ。なんかコンビニ、中のコンビニにコインシャワーついてるらしい。すごくない？ここ何台？ 1、1、2、3、4台？ 5 台？向こう側って何なんだろう。なんか川の音がする。川だね。川だ。どうですかね、こう川だ歩いた感じ全然手ぶれしないよね、これ多分。ジンバルの素晴らしいポイントですよね。で、絵を伸ばしてよ。これで今ちょっとローアングル設定にしたんで、こうすると低い位置でこうニコメリを追っかけられると。すごい。ちょっと待って、これでさらに広角にしたら、すごいいい感じ。ふいこう低い撮影ができるよっていう感じらしいです。メリーおいで。メリー
あっちにねモンベルもあったり、すごい大きいところでした。おー、あ、川見えた見えた。すごい、あ、上、へえ、あそこから行くんだな、多分。一旦車戻ります。ちょっとファミマ見に行こう。ちょっとシャワーってどこなんだろうって。あ、シャワーあった。へえ、あ、こういう感じになってる。あ、やっぱ似てる。10分400円だって。男女分かれてるし。勝手にどうぞって。あ、でもお声掛けくださいって書いてある。なるほど。あれ？完売しました。何これ？芽キャベツ。可愛い。焼く？ちっちゃ、こんなん焼けんの？サラダ用とかかな。あ、椎茸もうまそう。でかい。あ、ウインナー出ましたよ。ウインナー。あ、本当だ。あ、これしかもさ、有名なとこじゃない、軽井沢の。もうここでさ買ってっちゃう？ウインナーと椎茸と。ウインナー、椎茸、赤切り。おやきもあったよ。おやき食べかけ。この七味も置いてありました。これ有名なやつ。何これ、すごい。本当だね。あ、やちほビール。へえ。かわいい。よいしょ。よいしょ。お買い物できましたね。はい。ということで戻りまして、はい。でこちら。今回ちょっとこれで撮ってみたんですけど、ちょっと丸1日これで撮ってみようかなと思ったんだけど、なんか現実問題、今からナビもやったりとか、スマホ使うし。そうなんだよね、スマホってね。だから道の駅だけ散策で使ってみました。はい。それこそリールとかショート動画とか撮るのには結構追っかけてくれたりとか、テントの設営シーンとか、あ、そうですね。追っかけてもらってとか使えるかもしれない。うん。概要欄の方に、リンク載っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということでカメラオズモポケット3に戻しました。はい。でさっきの袋にこれにパコッと入るから感じでシュッ、コンパクト。ちっちゃい。いいっすね。では行きましょう。はーい。佐久穂町っていうんだね。しばらく道なりです。佐久穂町。小海町も綺麗だったし、山がかっこいいですね。すごい景色だよね。ねえ。無料区間ありがたい。ね、ありがたいですよね。でも山梨のさ、通ってる横断道もさ、無料期間じゃない無料区間あるよね。ある。区間ヘルシー期間。あ、じゃなんだっけ、ヘルシー区間じゃなくてヘルシーテラスじゃなくて、ここみんな期間に持ってかれてる。広いですね、この道の駅。甘味どころ虎猫屋、あ、ドラ猫屋。なんだ美味しそうなあんバター入りのどら焼き。のび太くん、どら梅がいい？一個ずつにする？なんか大きいよこれ。一個ずつでいいか。よし。手作りおにぎり買えました。200円。そう、大きい。よかった、おにぎりあって。太郎ちゃん明太子で、私昆布。でもお弁当コーナーがすごい人気すぎて、なんか人がわーって、そこだけ人わーっていたけど取り合いだっただからなんか1個しかない明太子はとりあえず速攻通って太郎ちゃんこうやって待ってた昆布はねいっぱいあったの。あ、このサバンラップサランバラップめっちゃ取りやすい。サバンラップお米が甘いよ。もちもち。これは1個でよかったね。あ、よかった。これ2個食べれないね。だんだん山やばい。山すごい。もう道もなんかちょっと日陰は氷がありますね。出てきましたね。氷がおる。いい犬は喜びには駆け回る。猫はこたつで丸くなるやっぱそうなると思った。
。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ことよろです。思ってた5分の1ぐらいの雪なんだけど。薄い。雪合戦できないね。雪合戦無理か。よかった無事に。どうでしたタイヤは？タイヤ無事だった。無事だった。途中怖かった。ね途中ね。でもやっぱこうそうだよね。跳ねるよね。跳ねるか。あ本当だね。思ったより跳ねてる。発明だ発明。初対面です。タイガーくん見てたよ。すごいね。すごいじゃん。うわー怖いよ。そしてここに左側がキャンプサイトになってるんですが、はい、これの右側がコテージとなっております。前回の履歴3年前って言われましたねえそんな前なんだ。トランポリンの前の道ですね。ここだこれあ、うちらここです。あ、なんかお飾り飾ってある。てんてな庭。どうぞ。はい。あ、すごい。あ、すごいね。すごい。あ、土足だ。土足？本当だ。あ、寝るとこだけ。こっからだね。こっからだ。トイレとか寝るところとか。あ、本当だ。おお、すごい。なるほど。あ、じゃあめっちゃあったかく食べれるじゃん。すごい。あ、これが吊り橋か。吊り橋っていうかついてる。あ、渡れるってこと？渡れる。あ、なるほどね。タイガーくん楽しそう。わあ。おお。これ使っていいの？それ使っていいみたい。すごい焚き火だ。焚き火台。何これ？ああ、楽しい。よいよ。ズンブクちゃまが。なんで？ブンブクちゃん。トイレ。トイレ？これどういうお風呂？家庭用みたいなだったよね、写真は。ああ、なるほどね。へえ。あ、なるほど。浴室もある。うん。ね。あ、でここでも。だから辻ちゃんたちが上の方がいいんだよね。あ、そうだね。うん。お、頭気をつけないとね。うわ、すごい。おお。十分寝れます。そこさハンモックない？あります。あるよね。立てない。ここずっと立てない。あ、すごいじゃん。部屋になってるじゃん。そっち側。ゆうちゃん背が高いから部屋だね。なんかこれを落としそうで怖い。結構怖いけど。絶対タロちゃん怖いと思う。あ、いいね。そこで睡眠。ちょっと待って。一人。2人乗れないかもよ。ここは。乗っちゃえ。ちょっと待って。怖いだけじゃん。いいねいいね。ここもさ結構怖いよこれ。これスカスカじゃん。スカスカですね。うん。自分で割るの。でこれを。これさすごくない？でかっ。これ入れればいいんじゃん。じゃあ細かめを最初じゃあ細かめを。いえ。大丈夫。細かめを入れていけばいいんだね。とりあえずね。最初は。で結構燃えてきたら、でっかいのまた拾いに来ればいいんじゃない？うん。あ、いいね。そんな細いのもあるんだ。そのちっちゃいところがドッグランで、こっちは広場で、前ここでバナナボートしてた。それに誘われたわけですね。そうなんです。でもやってなかったっていう残念な結果に。残念だった。あれじゃない？ 10 メートルツリーハウス。バカ高いね。いやあれ絶対に無理だと思う。キャンプ誰もいないね。あ、いた。人この辺がキャンプサイトだよね。うん。憧れだな、キスト。ね。2個って言ってたよね。2個でいいよね。確かに2個でいいよ。とりあえず。細巻き？まだいる？細巻き全部入れちゃおう。でもさ、10本しかないんだよ。そっかそっか。もし消えたら。もうこれ煙突に行ってるってこと？結構ね、結構組んじゃっていいと思うよ。いいよね。うん。めっちゃ楽しいもん。いい音してる。いい音。
温まったらタイガーついてきたりな。どうぞ。こら2個タイガー2個あ、ごめんね。ダメ。こうなるよね、まず。認知したらそのうち吠えなくなると思うけど。こっちにあってさ。これのカバーはどう？サラサラ？サラサラ。なんかさっきのさ、針葉樹がさ、結構さ、トゲっていうかさ、なんかチクチクするんだ。絶対グローブしてやった方がいいね。素手で拾っちゃったから。さっき。めっちゃサラサラパウダーじゃん。ちゃんと履歴ずいぶん前まで残ってるんだね。残ってんだね。すごいね。すごい。7年前ともう一回来てるよね。でも7年前と3年前ともう一回来てるんですよ。4年前と3年前だと思うな。なんかちょこちょこ変わってるんだね。そうだね。今日はマックスマイナス3度、最低マイナス11度、風速4メートル。明日マックス0度、マイナス11度、風速1メートルです。となっております。0度で今あったかいって言っちゃいました。ワンコ入れないからよかった。あ、本当。洗剤冬は凍ってしまうので冷蔵庫で保管中。逆にね。逆にね。すごい。生ビールなどは浅間ヒュッテで販売中だって。あ、そうなんだ。前こっちにもなんかあった気がしたよね。あ、これ美味しいよね。迷ったんだ買うか。あ、スイートグラスマグ可愛い。めっちゃ可愛くない？T シャツとかも。看板と同じデザイン。じゃあ浅間ヒュッテも見に行く？あ、見に行ってみようか。見て。こんなにレンタル。あ、すごいレンタルできるのこれ全部。すごい。これとか可愛い。へえ。足湯。本当だ。すげえ。薪の足湯だって。ねえ。この音好き。粉雪の時だけなるこのキュッキュ音。雪のやつに履き替えたよ。滑んないやつね。滑んないやつに。ワークマン。でも雪少ないね。少ない。ここだっけ？ここ。あったかい、可愛い。ここにもグッズ売ってんだ。可愛くない？可愛い。わあ、これでもよかったね。肉売ってるやん。骨付きのウインナー。でも3本入りだからな。そっか。これはこっちにもソーセージ3種セットとかありました。ありましたね。すげえ、肉も売ってるし。まあでも買ったんだもんね。はい。ソーセージね。買いました、さっきの道の駅で。あ、これはそのなんていうんですか。生ビールで出して売ってるんですか、これを。すごい。はい、すみません。なんかね、ゆうゆ夫婦さんは今動画を撮影していらっしゃるので、ちょっと別行動になっているんですが、一杯フライングしちゃおうと思います。ごめんなさい。味見してみてください。結構強かったけど。強かった。何パーだろう。7%だった。いい匂い。いただきます。すいません、お仕事してるのお姉さん。クリーミー。うまー。
うまー。ね、なんかきめ細やかじゃない。初生ビールですね。これの確かに缶でしか飲んだことない。あ、こっちにもやってくれたんだね。もうあそこはね、そうそう、もうできてます。おー熱々熱い。うわ、めっちゃいい感じ。火、いい感じだよね。いい感じじゃん。あ、いい量。普通の木炭もちょっと混ぜた今日は。これは自分で買ったやつ。そうそう。いい高さだね。こう立ってパッパと立って動いてってこうみんなでさやる時ってさ動きたいじゃん。いやー、今年は年越しがね一緒にできなかったから、あそうだね。そう、じいちゃん家行ってお墓参り行って、やってきました。ありがとうございました。何してたの1日は？家でいた。普通に？あ、どっちの家も行かず？行かず。そうなんだ。家ですき焼きを。出た出た。そうしっかり卵混ぜて混ぜていただきました。家でそうだ、関西風かっぽぎおかみが。そうそうそう。あれかっぽぎじゃないのよ。そうかそうか、すいません。そうだそうだ。そうでかっぽぎでボケようとしてきたのに。そうだわ。いや、卵混ぜてってめっちゃ結構念押しされたからね。しつこいぐらい言われる。私小声でなんか混ぜ